皆さんはじめまして、またはごきげんよう。同チャンネルの主に使える見習いメイドことゆっくりラドリーと、俺の出張セットが使われる際に担当する、ゆっくりデモンスミスだぜ。そして上にいるのが、ドラメ書道として採用される際に担当する、パーラーメイドのゆっくりカルラだよ。同じく書道で採用される際にお使いする、チェーンバーメイドのゆっくりチェイムです。今回は見ての通りドラゴンメイド会で、チェイム姉さんとパルラ姉さんの1枚書道からデモンスミス展開をして、エクストラ封じ付きのバスタブレイダー盤面を目指すデッキを。最近実装された聖眼新規のリンク位置のおかげで、私たちから光属性悪魔族を用意できるようになったから、デモンスミス展開もできるようになったんだよね。もう何でもありだな。聖眼新規のリンク1、青き目の精霊は確か、レベル4以下のドラゴン族または魔法使い族から出せて、リンク召喚時に光の霊道をサーチできますね。光の霊道からは通常モンスターを手札デッキから落とせるから、これで光属性悪魔族のホワイトダストンを落としつつ、さらにロムルスからサーチできる竜の警告で聖杯の守護竜を落とせば、守護竜墓地効果でホワイトダストンを蘇生できます。これで俺の展開から、で後で青い涙の天使を落としゃ、バスプレ盤面を作れる洋蘭を持ってこれるってわけだな。とまあ、一旦お話はこれくらいにして、残りをそのまま解説すると長くなっちゃうから、あとは実際の展開を見ながら理解していこうね。対戦参ります。対戦よろしくね。一戦なら先行からよ。手札は理想的だな。俺で手札誘発を釣ってやるから、存分に動くといいぜ。頼もしいね。今のところは反応なさそうかな。黄金室で点テストを除外して、除外時効果が通ればパルラさんをサーチできますね。私の展開をしていくよ。お片付け落としして展開スイッチ伸ばすまでは従来と一緒だけど、今回からは聖眼新規のリンク位置も絡めるからね。これでレイドサーチからのホワイトダストンを落としとくよ。確か近年まで通常モンスターで光属性悪魔族はダストンだけで、前にようやくキキってのが OCG に追加されたんだっけ。存在が貴重すぎるな。それでここからは、そのホワイトダストンを蘇生させるために、本来ならロムルスからサーチできる警告で守護竜を落とすよ。今回はすでに持っていましたね。こっからはデモンスミス展開を始められるぜ。余分にラムルスもいるから、融合もベアとも確定だね。今回はメイドからの展開だが、もちろん俺からでも今回実現したい盤面を作れっからな。貫通力はある方だぜ。数日ほど試行錯誤した結果、この42枚構築が一番簡単に抗えたのよね。生半可な貫通力と妨害力では許されない環境ですからね。して展開の方は、今はようやくベアトで青い涙を落とすところだね。あとは落とした後に守護万竜出せば、ドラゴンバスターブレードを落としてエクストラ封じの準備をしつつ、バーンが発生して青い涙の墓地効果で洋蘭をセットできるね。青い涙は無限の可能性があるな。ベアト禁止になる前に使い倒さないとね。それで、今はリンク値が余っているから、さらに妨害を用意するところだわ。トップハットによるお手軽妨害ですね。これで場のモンスター効果発動封じ、エクストラからの SS 封じに加えて、SS 無効と罠モンスターを出した際の魔法罠除去がある状態です。現れろ、竜を滅する破壊の剣士。融合召喚、竜破壊の剣士バスターブレイダー。決まれば安心感のある妨害力。ただし墓穴に激弱だけどな。そこは致命的な弱点ですね。とはいえ今回は決まったからよし。あそこ、アズルーン出して除去ですね。万が一も許さないよ。相手はどうやら、ラザミな白木森のようだわ。本来なら強い相手だが、この盤面が決まってんなら話は別だな。エクストラからの SS も封じてっから、聖なるアザミナで展開することはできないぜ。ブレードはユニオンキャリアー時代ではよくお世話になりました。今ではもう、純バスブレかブルーアイズぐらいでしか見られませんね。そしてそんなことを話してるうちに相手がテキストを読んでサレンダー。対戦ありがとうございました。一度相手ターンの展開さえ通ってしまえば、封殺盤面はかなり強いね。ただ通してもらえない場合はトップハットとアズルーンの妨害だけになるので、そのあたりは少し不安ですね。その時はもう諦めさ。ええ。2000も先行からよ。なにこれ。手札にあまり来てほしくないカードが2枚も来てるんだけど。まあたまにあるからしゃあなし。
手札から捨てる手段は警告かトラクトを押すぐらいしかないので、さすがに捨てきれませんね。そういう時は俺から構えれるディエス入れたシーザーだな。あれなら最低限の妨害を。ってここで無限包容か。さすがにきついな。これならどうせ突破される貧弱なトップハットより、追憶と G でワンちゃんのバスブレ融合を狙おうかな。今の環境はセイガンとタキオンの新規が実装されたばっかでドラゴンが多いし、出せれば融合バスブレだけでも刺さると思うんだよね。結構リスキーではありますけどね。最近麻雀のやりすぎで、その感覚でドローを信じるようになってるわ。お前ってやつは。どうやら予想通り、新規が出たタキオン使いのようだね。現状0妨害ですが、G は通っているので破壊剣カードさえ引ければ融合バスブレを出せるかもしれません。つもりよ。破壊剣カードは残り2枚だから結構確率低いぞ。とはいえトップハットだけしても現環境はどうせ突破されるからね。一応オララも投げてみましたが、それでもまだ動いてきそうですね。これは破壊剣カードが間に合わないパターンか。むしろ普通に殺されるまであるぞ。やべえよやべえよ。いや、切り耐えるか。サテライトドラゴンの墓地効果で攻撃力が大幅にアップする分、ダメージが半分になるので耐えそうですね。危ねライフ700でギリ大ですね。もう次はないわね。ここのドローで全てが決するわ。来ましたね。破壊剣カード。トランスミグレーションはカードの発動を無効だから、墓地効果の融合までは止めれないはず。融合対バスブレを出せば相手は全員守備になるし、貫通効果もあっから守備ゼロのセイファートを狙えば勝てる。現れてください。竜を滅する破壊の継子。竜破壊の継子バスターブレイダー降臨。これでバトルフェイズのタキオンの効果すら発動できないね。パワー9800の融合対バスブレと6100の通常バスブレ。圧巻の光景だな。バトルフェイズです。食らいなさい。破壊剣一戦。相手のライフを削り切って大逆転勝利。対戦ありがとうございました。一時はどうなることかと思ったけど、最後のディスティニードローで融合対バスブレを出せて熱かったわね。ドラゴン環境家によく刺さったぜ。諦めないで正解でしたね。ここからは軽いデッキの解説と振り返りをするわ。チェイムネサンパルラ姉さん、初動やデッキ評価について話してもらえるかしら。任せな。まず1枚初動なんだけど、私たち含めて計10枚で初動率は 76% ほど。それに加えて、トラクトゥスプラス適当なモンスターか、テンペストプラス適当な風属性モンスターでも動けますね。ということは実際はもっと動けるのか。何らも採用しているし、最悪特殊召喚モンスターと合わせて強引に展開するのも良さそうだな。手札次第では貫通できそう。とはいえ2戦目のように、本来はデッキ墓地にいてほしい強くや青い涙が手札に来る可能性もあるから、2枚以上来た時は諦めて妥協妨害を構える必要があるよ。サブプランがあるだけマシね。それでデッキ評価についてなんだけど、こんな感じよ。パワーと制圧力がある分、魔法罠に対しては一切無効や耐性がないから、墓穴や参戦でまくられるパターンもあるね。ただ回すのは難しくないですし、アドリブも比較的少ないから、ドラメやバスブレが好きな方は一度組んでみるといいですね。ドラゴンが環境に多いうちに使っちまおうぜ。あとは動画概要欄に今回のデッキレシピと解説記事の URL を貼ってあるから、よければそちらも見てみてね。というわけで、今回の動画としては以上よ。ここまでのご視聴ありがとうございました。もし取り上げてほしいカードやテーマがある場合は、コメントで教えてくれればいつかはリクエストに答えるつもりだから、気軽に話してください。それじゃ、次はまた別の動画で会おうな。バイバイよぜ。ここまでのご視聴ありがとうございました。この動画が面白い、ためになったと思ったら、動画の高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。他にも土日に参加型といったライブ配信をしたり、このチャンネルをより楽しむためのメンバーシップコンテンツなどもあるよ。興味があれば、ぜひ体験してみてね。それでは、また次の動画で会いましょうね。バイバイ。